登壇一人目ということで、はい、川原さん、神戸からってことですよね。神戸です。はい。よろしくお願いします。川原さんというと名前だけではあれかもしれないですけど、トラエラといえば、はい、トラエラ動画といえばやっぱりすごいピンとくる人が多いかなと思いますが、はい、一回もう画面もそっちに切り替えちゃいますか。はい。はい、このロゴマークを YouTube で見たことがある、見たことあるという方おられますか。おお、めっちゃいる。ありがとうございます。チャンネル登録してますか。ありがとうございます。してない人は今すぐ押してください。めっちゃ人気やな。ありがとうございます。さすが平成のあやとウェブ。そうね、あやとさんから始まって僕行ってでダストマン今。ダストマンね、令和のあやとウェブが今日最後に控えておりますが、トラエラ動画というチュートリアル動画ですね。アフターエフェクトはもちろんいろんなビデオとかチュートリアルを結構長いことやられてます？もう5、6年なるほどになるんかな。本数自体はそんなに多くないんですけど、はいはい、意外と長いことをやってるのかなと。なるほど、はい、この声は多分聞いたことあるなという感じがすごいすると思うんですけど、実はすごい調子のいい兄ちゃんなんですが、はい、神戸から今日来ていただいております。はい、はい、じゃあ今日よろしくお願いします。一発目です。よろしくお願いします。ありがとうございます。画面ください。トライアルの川原と申します。普段、YouTube で見ていただいているということなんですが、こんな感じでアフターエフェクツ中心に、シネマ 4D とかベガスとかちょこちょこすぐ短時間で見て使える小ネタみたいなのを中心に、配信していますので、まだ見たことない方はぜひ覗いてみてください。で、僕普段なんですけども、神戸で映像会社をやってます。新友という会社なんですけども、モーションデザイナーとして、映像を作っています。内容的には、テレビ CM とかっていうよりはウェブ媒体の映像が多くて、基本的には既存のウェブデザインであるとかポスターであるとか、そういったグラフィックデザインを動かして動画を作るといったような広告の仕事をしています。でその他にもこんな感じで本も書かせてもらったりしてます。アフターエフェクツの本であったりプレミアの本で今ちょうど9月中店頭に並ぶかなぐらいのイメージでアフターエフェクツの新しい本なんかも執筆させてもらっています。で、そんな僕が今日ご紹介させていただくのが最強のやっつけエフェクトオプティカルフレアーズを使い倒すという、タイトルでお話しさせてもらうんですけども、オプティカルフレアーズ使ってる方って今日どれぐらいいますか？手挙げて。おお、結構使ってますね。アフターエフェクツとかそういうモーショングラフィックス自体これからやるとか初心者っていう方はどれぐらいおられますか今日？いいですね。そう、このオプティカルフレアーズっていうエフェクトなんですけども、初心者の方でもちょっと使うだけですごくいい感じになるし、上級者になると他のエフェクトと組み合わせてかなりいい感じにカスタマイズして作り込むことができるという、なかなか幅の広い、鉄板のエフェクトになるので、今日はこちらの使い方をご紹介していきます。まずこれ、アフターエフェクツの外部のプラグインで有料のものになるんですけども、こういったフラッシュバックさん、今日はスポンサーにもついてくださってるんですけども、サイトで販売されています。いわゆる光のエフェクト、レンズフレアのエフェクトになります。こんな感じですね。いろいろな光のプリセットがあって、これを載せて動かしたりしながら、雰囲気を作っていくと。映画とか CM の中でもそのままやんみたいな使われ方してることも結構あるので、知ってると映像を見たときに結構分かったりします。今日はこちらのエフェクトの基本的なところから、適当に使ってもいい感じになるというふうに言ってるんですけども、そこをちょっともう少し概念的にどう使えばいいふうになるのかというところも含めてお話ししていこうと思います。では実際にやっていきます。まずアフターエフェクツ、こちらどこからともなく引っ張ってきたフリーの動画素材なんですけども、こちらにまず分かりやすいように単純にレンズフレアを載せてみます。オプティカルフレアーズ平面に適用するので、レイヤー新規平面を作ります。でこの平面、今グレーの平面作ったんですけども、ここにエフェクトビデオコーパイロットオプティカルフレアを適用すると、これだけでさっき見たレンズフレアが出てきます。でこれをドラッグするとグリグリ
できるよという感じなのですが、この今平面に適用したオプティカルフレアーズ描画モードをちょっと字ちっちゃいかもしれないですけど、加算で乗っけると、こんな感じで動画素材の上に乗っかるよと。しかもレンズフレア自体のクオリティがまあまあ高いという感じですね。こんな感じで配置も自由に変えれます。で、オプションから開くと、これがオプティカルフレアーズの単独の画面になるんですけど、なんか英語でごちゃごちゃややこしそうな感じはするんですけど、至ってシンプルで、左上がこう今使ってるフレアどんな形ですよというのをプレビューしながら、その下にあるのがこのオプティカルフレアーズに入ってる素材のレイヤーなんですね。ソロにすると、このちょっと点分かるかな、点であったり、こういうフレアであったりっていう素材を組み合わせてこの一つのフレアができてますと。でそれぞれのパーツ、ここからいろいろ足していくこともできます。で自由に自分なりのフレアを作っていくということもできます。でこのレイヤーのそれぞれのカスタマイズはこの右上にあるパラメータをもう意味わからなくても適当にいじってると目で見てわかるので、触りながらカスタマイズしていく形となります。っていうのが基本になるんですけども、このオプティカルフレアーズプリセットがいろいろあって、先ほどのサイトにもいっぱい載ってたんですけど、もうこんな感じでいい感じのものがめちゃめちゃ用意されてるんですね。ですので、基本はここから選択して、ちょっと色変えたり大きさ変えたりみたいな感じで使っていくといいと思います。で例えば今回これを使いますと決まったら OK を押すと、このコンポジションの方も変わってると。でこれだけだと普通のレンズフレアのエフェクトなんですけども、このエフェクトが乗っけるだけでそれっぽくなるっていう面白い機能が下の方にフリッカーという項目があるんですね。ここ例えばスピードアマウントというのがあるんですが、これ最大まで上げるとこんな感じで点滅するんですね。この光の揺らぎを入ることで、ちょっと今配置が雑なので調整します。例えばこの左上の方にきっと太陽があるんかなみたいな感じで置きつつ、光源を少し大きくすると。するともうこれだけで、今大げさにやってますけど雰囲気が出ると。ちょっと揺らぎが大きすぎるので数値を落とします。40と40。こんな感じ、自然な感じですね。これだけでパッと雰囲気が変わってしまうと。すっぴんの映像からレンズフレア一つ乗っけただけで、映画なんかとかでもよくあるような感じですね。というのが基本的なところになります。で他にもこういうレンズフレア、基本的に置き方大きくざっくり分類すると3つ置き方があって、今みたいにベタっと置いてしまうパターンが1つで、もう1つがその被写体の位置、光源の位置に追従するように光が流れて配置していくようなものが1つ、そしてもう1つが点滅で使うみたいな3パターンになるんですけども、例えば、こういった素材があったとします。これカメラがゆっくり回転してるんですね。で本来であればトラッキングとかして位置情報をちゃんと追従した方がいいんですけども、こういったシンプルなものであると自分で例えば太陽の位置を決めちゃうんですね。今例えば船があって船の手前側に影が来てるので、きっと奥に太陽があるんだろうなと思った時に、光源の位置をテイとざっくりスタート位置を決めちゃいます。で目で見てこの山のこんもりした部分、この上ぐらいに太陽があるのでここでキーフレームを打っちゃいます。で時間を進めた時に山が移動した分だけ光源の位置を左に移動してあげると。これすごい雑なんですけども、これだけでも全然雰囲気が出るんですね。奥行き感、空気感。
これ今分かりやすいようにちょっと大げさにやってるんですけど、もっと薄くのせると自然に見えていい感じになっちゃいます。こんなに一瞬でいい感じにできるので、本当に使い勝手がいいエフェクトとなります。で、これが実写に載せた時の一般的なレンズフレアの使い方になるんですけども、じゃあこれをモーショングラフィックス的にどう使っていくんだっていうのが次にお見せしていきます。例えばよくあるのがタイトルですね。今なんてことのないこんな感じの短い文字のアニメーション、ちょっと尺長いのでトリミングします。こんな感じですね。じゃあこれに例えば光を乗せたらどうなるのかと。よくあるパターンですね。映画の予告編なんかで。これもレンズフレアを単純に置いただけ、置いて揺らいでるだけという状態になるんですけども、これだけ雰囲気が変わったりします。他にも置き方2つ目。光が流れるパターンですね。こういうのもよく使われるパターンでいい感じになります。そして点滅。これ一つの光源ちらっと点滅しているだけなんですけど、それを数配置して並べてるという形ですね。こんな感じで、これを単純に文字の上に載せてるだけと。さっき実写のところで点滅言ってなかったのでちょっと前後しますが、実写の場合は例えばこう一瞬点滅することによって画面切り替えてトランジションとして使うようなこともよく使われます。で、こういった時にカメラの光学効果、撮影する人とかはよくあると思うんですけど、ライブとかその照明が反射してくるような時ってフォーカスが失われたりするんですね。ですのでそれと同じように、この光が眩しくなると同時にブラーなんかを同時にかけてあげると、さらにちょっとエモい感じになると。いったちょっと小ネタなんかもあります。これが実写なんかで使う時の点滅の使い方となります。で、タイトルに戻ります。いろいろ載せると、ちょっとこういう味になってこっちゃみたいな感じにはなるんですけど、本当にシンプルなテキスト、背景ベタ塗りの黒に対してシンプルな文字なのに、このオプティカルフレアーズを載せるだけでなんかそれっぽくなるという感じです。じゃあなぜこのオプティカルフレアがこんなにいい感じになるのかと。他のレンズフレア、一般的なレンズフレアのプラグイン、他の映像ソフトであったりアフターエフェクツにも標準のものがあったりするんですけど、それじゃなかなかこうはいかないんですね。じゃあなぜこのオプティカルフレアがいい感じになるかというのが、僕なりのちょっと考察といいますか、その辺をお話しさせていただきます。過去に、僕もアフターエフェクツやり始めた時に映像いろいろ海外の作例とか、映画の予告編とか見ながら、真似して作ってたんですけども、その時に動きはそれっぽいのになんか雰囲気が出ないなというのをずっと思ってて、これは何だろうなというのをずっと悩んでたんですね。でそれがちょっととあるきっかけで気づくことがあったんですけども、なんか実写撮影する案件があって、確かなんか自動車学校の PV を作るかなんかだったと思うんですけど、ある施設を人もいない動かない環境でビデオカメラで三脚を立てて回すみたいなことをやったんですけども、当時まだ HD 画質でもなく SD なので、結構ビデオカメラの映像ってノイジーで汚かったんですね。なのでもう三脚固定して被写体の動きもないような絵だから、写真で撮った方が絵が綺麗わと思って、そこは写真使おうかなと思って写真も撮って実際に動画編集を進めていって、他のシーンは動画でつないでいって、そこのシーンだけ写真を入れるみたいな形にしたんですね。ただそしたらいきなり、画質は綺麗になったけども空気感が急に失われて、なんかしょぼいなみたいな感じになったことがあって、その時にこの写真の何がまずいんだろうというのを考えたんですね。で考えた結果、時が止まっているのがやっぱ動画としては違和感を感じるんだなっていうのを思いました。
でそこからいろいろまた研究していって考えたんですけども、これも完全に僕の思い込みというか考察になるんですけども、時とはじゃあ時が進むっていうのは何なんやろうっていうのを考えた時に、1分は60秒、1時間は60分、1日、24時間、365日1年みたいなことがあった時に、要は太陽の位置なんですね、この時間の概念っていうのは。じゃあ太陽の位置が変わることによって時間が進むってことは、光が動いたら時間が進むんじゃないかというのを思って、じゃあそれをどうすれば実現できるのかなと思って作り出したのがこういう表現になります。今これ一時停止してるんで止まってない普通の動きのない部屋の素材で固定カメラで撮った写真の状態です。これを再生してみます。これ何をしてるかというと、光の揺らぎを先のやつを置いて足しただけなんですね。窓の外と、あと右側の方にもちょっと多分きっとベランダみたいな大きい窓があるんだろうなみたいな感じでちょっと光源を足してるんですけど、これだけでちょっと静止画から動画っぽくなるなっていうのを見つけました。この表現を入れることで写真でもそれなりに動画っぽく空気感、雰囲気が出て時間の経過感が出るなっていうのが見つけてやるようになったんです。これがオプティカルフレアであると一瞬で作れると。どうしてもなんかそのモーショングラフィックスとかっていうと、そのメインとなる被写体の派手な動きの方にみんな力入れて、例えば文字タイトルであればタイトルの動きに凝るであるとか、アニメーションであればアニメーションの方に凝るでいうことをするんですけども、それだけじゃどうしても、空気感が出なかったので、このアンビエントバックグラウンドの方で空気感を出すっていうのをこのオプティカルフレアで作るようになりました。これがまず一つ目、オプティカルフレアーズがおすすめするというか、もうめちゃめちゃいいなっていう一つ目の機能となります。でさらにもう一つ重要なポイントがあって、次こういう写真素材とかグラフィックとかで作り出すと、動きが欲しいのでみんなズームしたり、いわゆるスライドショーですよね、やったりすると思うんですけども、こういう動きをつけると思うんですけど、オプティカルフレアーズ今 2D でベタッと貼り付ける話をしてたんですけども、 3D 空間で配置することができます。そのことによってこのズームアウトした時に光源の位置が遠くなっていくんですね。そのことによってレンズフレアの動きがちょっと空間を意識した動きになると、こうフレアが動いてると思うんですけども、これでかなり空間が出せるようになります。この2点がオプティカルフレアーズすごく、良くて、他のレンズフレアとかではなかなか表現しにくい、できないことはないんでしょうけども、もう本当5分10分で作れてしまうと。これプロジェクトファイル見ると、こちらになるんですけども、元の画像だけの素材があって、窓の外に光源があると。ソロで見た方が分かりやすいですね。あると。でこれも揺れてますと。でさらに、僕が勝手にこの右側の画面の外側にきっとベランダのような大きい窓があるんだろうなと思って、こんなちょっと広めの光を足しています。でこの光源2つがあることによって、部屋もうちょっと明るくなっているよねということで、平面に、マスクを描いて、これですね、ただの平面です。マスクを描いて、これの不透明度を揺らしてます。この雑な感じでこの雰囲気が出せるので、オプティカルフレアーズは相当使えますね。この僕が一番映像制作で今やってるのが、この光が動くと時間が動くっていう考え方を基礎に置いてるのと、で時間と空間、この2つの表現ができることによって映像の、モーショングラフィックスの表現力、説得力っていうのが相当深みが出るなと思っています。ですのでこれが、時間と空間の表現ができた背景であったり、空間の中で
タイトルであったりイラストであったり他のグラフィックス要素、実写の合成でもいいんですけども、動くことによって映像に深みが出るなというふうに思って作っています。でこの空間表現、例えば、これよくあるパーティキュラーというパーティクルのエフェクトでライトを光源にして動かしているような線が伸びていくようなものなんですけども、こういう青いベタ塗りの空間にあるとパース間空間の移動の方向とかってなかなか分かりにくいんですね。そのために例えば雲であったり光の粒なんかを配置したり、街の景色なんかがあったりっていうこの線が伸びていく部分と対比で何かがないと分かりにくいんですけども、これの先っちょにレンズフレアを配置してやると、もうこの光の動きでなんとなく、ちょっと重いですね、今ちょっと相当負荷かけてるんで、こんな感じですね。他の対比となるものがなくてもこの光源だけでなんとなくパース間空間が認識できるようになるのも、これもいいところとなります。といった感じで、光を入れることによって、そうですね、空間を作って、時間と空間を作っていい感じにしていくといいんじゃないかなと思います。といった感じです。時間どんな感じですか？時間まだちょっとなら大丈夫ですけど。いやもう大丈夫ですよ。大体。ありがとうございます。はい。今回はい、ありがとうございます。ありがとうございます。結構でもプラグインなのに結構サクサク動いてましたけど、それWindows 今回スポンサーについてくださってるレノボさんからお借りしてるやつになるんですけども、昨日、お借りしてセッティングして触ってみたら、あら動くやんみたいな。なるほど。なので本当であればこういうセミナーとかセッションで喋るときはこういう重い処理プラグインとか割とレンダリングして、そうだましだましやるんですけど、今回ちょっとあえて動くからやったれみたいな感じで、なるほど、レンダリングなしでいきました。それゲーミング用のパソコンになるんですかね？ですよね。レギオン。はい。なるほど。ゲーミング用のってグラフィックも強かったりするから。そう2060。相当いいのが。なるほど。乗ってるっぽくて全然。ちゃんと触ったの昨日今日なんですけどもいや全然いいなとか思って。なるほど。皆様ご興味があればぜひ試してみてください。はい。河原さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。